皆さんこんにちは。鳴子温泉郷は宮城県北西部にある370本の源泉を持つ温泉郷で、鳴子温泉、東鳴子温泉、川旅温泉、中山平温泉、鬼神戸温泉の5つのエリアからなります。鳴子温泉郷には温泉の全泉質と言われる11種のうち9種もあるため、鳴子温泉の湯宿を巡れば日本の泉質のほとんどに入ることも可能と言われています。紅葉の名所、鳴子峡にある蚕橋を渡ります。鳴子峡の紅葉は最後にご紹介します。今回は宮城県中山平温泉、うなぎ湯の宿、宅秀をご紹介します。宅秀はシントロリンと言われる強アルカリ性でヌルヌルの硫黄泉が自慢の宿となっています。今回は2021年にリニューアルした温泉露天風呂付き客室松島に宿泊しました。この動画では宅秀の館内お部屋とともに自慢のお風呂と夕食、食事までフルレビューします。見どころたっぷりの動画となっていますので、チャンネル登録の上最後までじっくりとご覧ください。宿の前では源泉が湧き出していて、硫黄のいい匂いが漂っています。春秋庵グループうなぎ湯の宿宅秀の創業は平成3年、中山平温泉では最も新しい温泉宿です。コンセプトはシントロリンなうなぎ湯へようこそ。トロトロのうなぎ湯で時間を忘れて滞在してほしいという思いが込められています。玄関前には古い人力車と温泉の効能立て札がありました。エントランスです。古さと新しさが同居しているような印象ですよね。宅秀は日本人を守る会会員、人を守る会か公式ページからの予約でスタンプをもらうことができます。フロントからロビーは吹き抜けで開放的になってますよね。フロントの脇には売店がありました。売店はお土産中心ですが、民芸品などもありました。こちらはロビーラウンジ。木をくり抜いたような椅子やテーブルがいい感じです。麦茶やお茶がありました。朝はコーヒーが用意されます。エステルームもありましたよ。客室はすべて趣の違う全14室。和室中心ですが、洋室や2021年にリニューアルされたお部屋など多彩なお部屋があります。部屋数が少ない上に大浴場が3つもありますので、とてもプライベート感の高い入浴を楽しめます。奥には自販機コーナーとエレベーターがありました。チェックインです。フロントでチェックインです。食事の時間などを案内してもらいました。今回の宿泊費は動画の最後で公開します。アルコールのスプレーもいただきました。フロント前にある色浴衣コーナーです。妻と娘がお揃いの浴衣を選んでましたよ。客室へ行く前に大浴場についての説明をしてもらいました。この日は源泉の不調のため混浴露天風呂が利用できませんでした。お部屋までは案内してくれました。こちらがね、今回のお部屋の松島というお部屋になります。鍵はね、キーホルダーこんな感じになってますね。そしてこちらがね、玄関ということになりますね。で、入るとすぐにね、こちらにまず露天風呂というふうに書かれてまして、ここにお部屋があって、それで実はね、こちらに内湯があるんですね。そして奥に来るとトイレがありまして、まずちょっとトイレをね見てみたいと思いますけども、一般的なねウォシュレット付きのトイレということになってますね。
それではね、内湯を見てみたいと思います。まずね、入ったところにこんな感じで洗面があって、そしてこちらにお風呂があるということになります。こちらはね、脱衣スペースのようになってまして、上の方にはね、ドライヤーが置いてありますね。泉質表ですけれども、こちらの内湯はね、源泉名が新1号泉、新2号泉の混合泉ということで、 pH が 9.1、 アルカリ性の含有ナトリウム炭酸水素塩硫酸塩泉ということになってます。加水もね、加温も循環ろ過消毒もなしの源泉 100% かけ流しということになってますね。そしてこちらがね、洗面ということになりますけども、こちらにね、ミキモトコスメティックスのシャンプーなんかのセットがねありますね。このミニボトルはちょっと初めて見たんですけども、これはなかなか女性には嬉しいサービスですよね。あとこちらはね、ミキモトコスメティックスのスキンケアセットということになります。それからこういったね、乳液とかの化粧品も置かれてますね。さて、それではお風呂見てみたいと思います。そしてこちらがね、松島のお部屋の内湯ということになります。結構雰囲気いいですよね。この全体がね、岩といいますか石でできたお風呂で、この壁までねこんな感じでね岩が張られてて、これなかなかいい雰囲気のお風呂ですよね。で、湯船はね、一人であれば十分ゆったり入れそうな、そんな感じの湯船になってます。そしてこちらにはね、洗い場がしっかりと用意されているということになりますね。シャンプー類はこんな感じで用意されてます。さて、それではお楽しみの露天風呂行ってみたいと思います。こちらがね、露天風呂までの通路ということになりますけども、全体にねこんな感じで、木とね竹でできたような、そんな感じのなかなか雰囲気のいい通路になってまして、こちらに脱衣スペースがありますね。それでね、もうここを開けるとね、実は結構硫黄の匂いがするんですよね。いい感じの匂いがして、そして露天風呂こんな感じです。どうでしょうか。お部屋の露天風呂でこれは素晴らしいですよね。全体がねヒノキでできたかなり大型のお湯船ということになってます。中の方はねこんな感じで、半身浴できるようなそういった段差もあって、そしてこちらから源泉が出てるということになります。石のね灯籠のようなものがあって、奥の方には山が見えますけども、紅葉のピークの直前ぐらいっていうことみたいですけども、結構色づいたね山が見えますね。お風呂全体の雰囲気はこんな感じです。非常にいい雰囲気。屋根はね一応上かかってますけども、周りはこんな感じで十分な開放感がありますよね。ちょっとね今日雨が降ってるのがね残念ですが、こちらの方はねウッドデッキになってまして、外の景色を眺めることができるのかなという感じですよね。そしてお湯はね、これはツルツルです。これは本当にもう触った瞬間に分かるようなツルツルのお湯で、こちらはねやっぱ硫黄の匂いが結構するので、もう本当に温泉らしい感じのとてもいいお湯になってますね。これはちょっとね入るのが楽しみなお風呂という感じですね。はい、それではこちらからお部屋に入ってみたいと思います。そしてお部屋はこんな感じになります。実はねこちらのお部屋は和室と洋室があって、スイートルームのようなそんな感じのお部屋になってるんですけども、こちらのお部屋がね和室のお部屋で、全体で13畳ぐらいありますね。ちょっとまず奥の方までね行ってみますが、奥に来るとこんな感じで外の景色が見えて、まずまずのね紅葉の景色が見えるという感じになってます。そして手前にはねこんな感じで広縁のようなスペースがあって、マッサージチェアがね置かれてますね。でこちらのお部屋はね2021年にリニューアルされたお部屋ということで、特に壁のクロスなんかが非常に新しくなってるようなそんな感じの印象ですね。そしてまずこちらにはね壁掛けのねとても大きなテレビがあります。こちらに来ますと、これはクローゼット
になりますね。こんな感じになってまして、羽織がねかけられてますね。そして下には金庫が用意されてます。あとこちらがね床籠のような使い方ができるバッグ、これ結構嬉しいんですよね。春秋庵の宿というふうに書かれてます。こちらのね宅秀は春秋庵グループという温泉宿グループの一つの宿ということになってますね。バッグの中にはこちらはバスタオルですね、しっかりとロゴが入ってます。そしてこちらのね巾着があって、巾着の中にはねフェイスタオルがありましたけども、こちらもねしっかりとこういったロゴがね入ってますよね。それから歯ブラシもね入ってました。お部屋の真ん中にはテーブルと座椅子が用意されてますね。そしてこちら側からもう一つのね洋室に行くことができます。洋室はこんな感じになってます。フローリングのね床と、それからこんな感じのセミダブルぐらいのベッドが2つ用意されてますね。やはりね全体の感じはとても新しくなってまして、リニューアル後というのが分かりますよね。そして壁にはちょっと小さめになりますけどもテレビが用意されてます。こちらにはねデスクのようなカウンターのようなそういった席がありまして、でこちらにはねこんな感じのゆりかごのようなチェアがありますね。このお茶のね柄がなかなかおしゃれですよね。そしてこちらにはポットと、それからコーヒーですね、コーヒーとティーバッグが置かれてます。この下にはねコーヒーカップが用意されてますね。そしてね下には冷蔵庫がありまして、こちらにはねミネラルウォーターが入ってますけども、こちらは無料でいただけるということになってます。でこちらにはねお茶菓子が用意されてまして、山塩羊羹というお茶菓子と、こちらはごぼう茶ですね。宅秀について少し説明をしたいと思います。宅秀はですねお部屋が全部で14部屋ということになってます。そして今回僕らが泊まってるのはこちらのね松島、露天風呂付きの松島というお部屋になります。こちらは露天風呂も内湯も温泉ということになってますね。大浴場がね3つ、鶴亀の湯と、それから長生の湯、それから借境の湯と芍薬の湯というお風呂があります。こちらの宅秀はうなぎ湯という名前からも分かる通り、温泉がねぬるぬるの温泉ということで、それが特徴になっているということですね。で確かにね今回このお部屋の露天風呂、これからしてもぬるぬるですので、大浴場もなかなか楽しみだなというふうに思いますね。あとはねフロントでこういった巾着をいただきまして、この中には感染対策ということでアルコールのスプレーがね入ってました。それからお部屋で Wi-Fi が使えます。 Wi-Fi のスピードはね 18Mbps ですので、まずまずかなというふうに思いますね。でこちらにはね浴衣ありますけども、浴衣はね入ってすぐフロントのところで貸してもらいますので、こちらはそちらから選んできたものということになります。ということでうなぎ湯の宿宅秀松島のお部屋でしたけれども、いかがでしたでしょうか。はい、それではお部屋の露天風呂入ってみたいと思います。いやこれはすごいいいお風呂ですね。ちょっと入る時もねちょっと滑ったので気をつけなくちゃいけないんですが、全体がね木でできたお風呂の雰囲気、それから奥の方に見える山ですよね。もうほんと最高ですね。上にはねこんな感じで屋根はかかってますが、ほぼ周りはこんな感じになってますので、非常に開放感のある素晴らしいお部屋のね露天風呂と言っていいと思いますね。湯船もね大人3人ぐらい入れそうな、それぐらいのほんと広い湯船になってますよね。そしてなんといってもこのお湯ですよね。こちらの源泉はね結構熱いのでちょっと触るの大変なんですけども、もう本当にねツルツルしてて、無色透明ではありますが結構硫黄の匂いがいい感じでしてまして、本当温泉に入ってるのが実感できるようなそんな感じのお風呂になってますね。こちらの宅秀ではこの松島というお部屋だけがね温泉付きのお部屋ということになってます。お部屋でねいつでもこんな素晴らしいお風呂に入れるのはとても贅沢ですよね。大浴場に入ってきました。宅秀には大浴場が3つあって、長生の湯という大浴場と、それから鶴亀の湯
という大浴場、それから借境の湯、芍薬の湯という大浴場があります。長泉の湯はね、内湯が男湯と女湯に分かれてて、今回露天風呂の源泉がちょっと故障していて入れないということで、長泉の湯は内湯だけ入ってきました。で、長泉の湯の内湯はね、こんな感じの石造りのお風呂で、お風呂自体もね 2,3 人入れるぐらいのそんな感じのお風呂になってます。やはりこちらもねかなりツルツルのトロトロのお湯で、ちょっと厚めの感じでしたね。お風呂からはね外の景色というよりは、こちらの混浴露天風呂が少し見えるような、そんな感じの景色になってます。長泉の湯の女湯をご紹介します。こちらが脱衣スペースです。男性と違ってちょっと広く感じますね。お風呂の大きさも女湯の方が広くなっています。洗い場も女湯は4つありました。それから鶴亀の湯ですね。鶴亀の湯に関しては、まず入り口を入ると外に出るんですね。で、ここで履物を履き替えて、で通路を歩いていくと階段があって、そこから鶴亀の湯に入ることができます。で、こちらはですね男女入れ替えになってまして、チェックイン日しか入れないお風呂がありますので、そこは注意した方がいいかなというふうに思いますね。亀の湯のね脱衣スペースはこれぐらいの狭めのね脱衣スペースということになってますね。そしてこちらが亀の湯ということになります。で、亀の湯はねこんな感じの多角形の湯船になってまして、下が石で上が木で縁取られたような、そんな感じの湯船になってます。で、周りにはこんな感じでこうヒノキみたいなんですけども、塀がね張られていて、ただ上は完全に開放されてますので、もうしっかりした露天風呂ということになってます。お湯に関してはねこちらもやはりかなりトロトロのねお湯ということで楽しめるのかなというふうに思いますね。で、鶴の湯もね脱衣スペースはやはり狭めということになってますけども、お風呂はこんな感じで、亀の湯とだいぶ違う感じの雰囲気のお風呂で、細長い感じになってまして、全体が岩風呂でできているというお風呂になってます。奥の方はねかなり立派な屋根がかかってますけども、手前側はね完全に開放されていて、完全な露天風呂ということになってます。鶴の湯もね亀の湯もねどちらも非常に雰囲気のいいお風呂になってますので、こちらはね是非入ることをお勧めしたいと思います。それからね、借境の湯と芍薬の湯、こちらに関しても男女入れ替えということになってますので、チェックイン日しか入れないお風呂がありますので、そこは注意した方がいいのかなというふうに思います。で、まず借境の湯ですけれども、こちらがね借境の湯の脱衣スペースということになります。で、お風呂はねこんな感じのちょっと面白い石をくり抜いたような、大人 4,5 人入れそうなぐらいのかなり大型の湯船になってまして、洗い場もねしっかりと用意されているということになります。景色はねあまり見えないような感じになってますね。そしてこちらが芍薬の湯。こちらはですね借境の湯と違って露天風呂があるんですね。で、内湯に関しては借境の湯と同様にこんな感じの石をくり抜いたような、そんな感じの湯船で、こちらもまずまず大きさ同じぐらいのね大きさはあるんですけども、こちらのね露天風呂がねなかなか素晴らしくて、木でできた壺湯ということになってますけども、こちら屋根はかかってますが、奥の方はね開放されていて、こんな形で奥の方の山の景色が見えるというふうになってます。借境の湯も芍薬の湯もやっぱりトロトロのねお湯で、無色透明でほんのりとね硫黄の匂いがするような、そんな感じのお湯になってまして、とても温泉らしいね入りやすいお風呂かなというふうに思いますね。では今から夕食を食べに行ってきます。夕食会場は2階洗剤の間、和室にテーブル席でした。足の不自由な方には嬉しいですよね。こちらが配膳されていた食事。夕食のメニューです。メインは仙台牛サーロインでしょうか。食前酒は梅酒、白ワインをいただきました。こちらの器は三段重で、一番上は穴子のパッテラ寿司、2段目は前菜5種盛り、3段目は龍飛昆布巻き。前菜三段重、1の重、2の重、3の重、
穴子の方からいこうかな。押し寿司になってますね。味が染みてて美味しい。卵焼きも甘くて美味しい。ミドダンです。これね、ちょっと気になったの、この干し柿とバターのミルフィーユみたいな、勝手に名前つけてるけど美味しそう。美味しいんだね。バターと干し柿って合うんだね。これはね、水昆布とね、食用菊ね。このさ、水昆布はさ、噛むとさ、中からとろーっと、すごいシャキシャキ。確かにシャキシャキしてて、噛むとちょっととろっとしてね、美味しい。これはヒラメのすり身が入ってる昆布巻き。そう、龍飛昆布巻き。美味しい。これ甘酢が美味しい美味しい。じゅわーっとして。ヒラメの周りに昆布が結構合ってるね。結構この酢も染みてるね、このヒラメの身にね。すごい。昆布があるとやっぱりいいね、味がプラスされて。これは蛇腹きゅうりじゃないかい。そうだね。全部この甘酢に合う食材ばっかり。やっぱ美味しいと楽しくなっちゃうね。お作りはマグロ、カンパチ、ボタンエビ。刺身です。これはまたエビがついてるボタンエビ。大きいね。頭も大きい。綺麗な色してるね。ではいただきますか。さあ、尻尾を切ってちょんちょん。エビの能力ももらわないとさキモいねキモエビの能力ももらわないと。能力って味噌でしょ、味噌。そう。すべてが新鮮に見えるな。見えるね。テリテリで、綺麗。器もさ、凝ってるよね。なんかいろいろ乗せて食べたくなっちゃうな。そうだね、器綺麗だよね。カンパチもなんか透明な感じだね。わさび多めで。わさびも美味しい。わさびも美味しい。マグロも美味しそう。綺麗な色してるね。綺麗な色してる。あとね、筋張ってなかったら正解。なんか見た感じは良さそうな感じ。マグロさん、美味しい。柔らかい？筋張ってない？もう筋張ってない。プリップリしてる感じ。メインは A5 ランクの仙台牛サーロイン。一人焼肉だぜ。すごいよ。でも一人でこのテンションでさ、焼いてたら怖いよね。っていうかさ、このエリンギとか野菜たちは端っこにいなさい。真ん中が私の居場所よって。そう。私が女王様よ。真ん中のほら、いい焼け具合になってきた。側近たちも焼けてきました。女王様の上に寝そべって、そしてしもべたちが焼けるのよ。美味しく焼けてくれ。側近たちも焼けました。じゃあ食べようか。わさび、塩、レモン3種類でいただいてくださいっていうことなので、まず肉はやっぱりさ、レモンをかけて塩なんじゃない？どうですかね。どうですか、皆さんどう思いますか？塩だけでもいいと思います。そして塩。もう油たっぷり、柔らかくて美味しい。そしてさっぱり食べたければやっぱりわさびだよね。私はわさび派。さっぱり食べたいので。レモンと塩とわさびってこうタレがないじゃない。そうだね、タレないよね。珍しいよね。タレがないけど、すごくさっぱり食べられていいね。好みだ。
天ぷらはししとう、ゆり根、エビ。塩が振った状態の天ぷら、ししとうとゆり根、エビ。ししとうからいこうかな。サクサク。あ、確かに味ついてる。やっぱ揚げたてだからいいね。サクサクしててパリッパリ。ゆり根いこうかな。ゆり根意外に甘い。甘い感じね、甘い。なんかさつまいもみたい。うん、そうだね。ね、すごく甘い。さあ最後最後大は物いきますよ。エビ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 すごいね。ほんと何にも味付けいらない。プリップリ。プリップリでね、もちもちした感じ。美味しい。なんか身がすごい詰まってる感じだね。お鍋は森林鶏のひっつみ鍋。おお、いい感じでひっつみ鍋が煮えてきました。岩手の郷土料理だよね、ひっつみはね。そうだね、森林鶏のひっつみ鍋。これね、ひっつみ。すごい弾力。この鶏も森林鶏なのかな。フカヒレだ。茶碗蒸しの上にあるのはフカヒレ。これがフカヒレなんだよね、上に乗ってるのがね。プチプチしてて美味しい。フカヒレはやっぱ美味しいね。お、あったー大きいね。あった、大きい嬉しくなってしまう。ご飯は宮城県産の一目惚れでした。なめこの味噌汁です。なめこの味噌汁とご飯と一目惚れのご飯とお漬物、そしてこれだね、ご飯のお供。まず味噌つけがっつり。これだけでももう全然いけるな。普通はさ、漬物、味噌汁、ご飯じゃない。そこにご飯のお供があるっていうのがいいよね。焼き魚は吉次の西京漬け。吉次の西京漬けだって？なんということでしょうか。これは間違いないね。美味しいの、美味しいどうだって。美味しいよ。このためにね、このお魚を残してたのね。ご飯とね、食べるために。すごいなんか魚の旨味がすごいね。美味しい。吉次の骨もなくて、食べやすい。食べやすいしね。脂が乗ってて。西京漬けは美味しいね、やっぱね。デザートきたよ。果物がいっぱい乗ってる。この赤いのなんだろうね。この赤いの。山桃。山桃っていう果物らしい。種が入ってるので気をつけてください。これまた手づかみだよ。梅干しみたいに見えるね。美味しい。これさ、皮がついてたはずだよね。そうだね。皮をきれいに剥いてんの。すごい丁寧だな。なかなか食べられないね。ね、あんまり食べたことないね。美味しい。抹茶ムース、抹茶にはやっぱりあんこだよね。生クリームと一緒。抹茶にそんなに甘みがなくて、このあんことか果物で甘みを足してるっていう、それで完成するようなプリンだね。そうだね。ムースね。こんな感じ。夜はね、こんな感じでお部屋に布団を敷いておいてくれました。
朝のねお部屋からの景色です。だいぶね日が昇ってきて、こちら側のお部屋はね東側みたいで日が昇ってくるのがねよく見えたんですけども、今ようやくね山の方のガスもね消えてきて、山のね上の方は若干紅葉、まだちょっと早いかなっていう感じですかね。それでね、この辺に湯気見えますかね。ちょっと見えにくいんですけども、結構ね下の方から湯気がどんどん出てくるんですよね。その辺はやっぱりね温泉っぽいですよね。もう宿の中もね、それから外にいてもずっとこうほんのりなんですけどね、硫黄の匂いがして、すごく強い感じのね硫黄の匂いではなくて、もうなんかこう上品な感じのと言いますかね、ほんのりと硫黄の匂いがする、すごくいい感じのお湯ですね。そしてこちらを見てみると、朝もねずっとお湯が張られてるということで、このお部屋はねこのお風呂をいつでも味わえるという贅沢なお部屋になってます。朝食の時間です。朝食も同じ会場で和食膳でした。こちらが子供のね朝の朝食膳ですね。大人のものとの違いは魚がソーセージになってるのと、あとグラタンですかね、それが用意されてます。とても豪華ですよね。こちらは大人の朝食膳。サバの焼き魚としそ巻き、サラダとドレッシング、温泉卵、納豆、焼き海苔、昆布巻き、明太子、味噌漬け、モロヘイヤとオクラ、こちらはきんぴらごぼう、お漬物です。ヨーグルトはストロベリーソースでした。味噌汁はしじみと海藻の味噌汁。ホタテの味噌焼き。ホタテの味噌焼き、これはうまそうだね。美味しそうだね。さあでは何からいこうかな。全部一気に出してくれたので、まずちょっと味噌汁開けてみよう。わあ美味しそう。しじみが入ってます。美味しそう。わかめとか。美味しい。あったかい。納豆とか卵もあるんだ。もうすごいご飯がっつりいきたくなる感じだ。ではじゃあまずはこのお魚いきます。サバの塩焼き。脂が乗ってる。美味しい。ちょっとお醤油いただきたいですよ。骨も綺麗に取ってて、お魚もちょうどいい大きさで。であとはしそ巻き、鳴子名物塩しそ巻き。味噌が入ってる。甘い味噌が入ってる。これもご飯と一緒だね。この日のために毎日朝ごはん食べないんだよね。わあ綺麗な温泉卵。さすがのとろとろ温泉卵。おいしい。ホタテの味噌焼き、美味しそうだね。おいしい。デザートはヨーグルト、上に乗ってるのはストロベリーソースですね。食後はラウンジでコーヒーをいただきました。チェックアウトです。今回の宿泊費は12万7710円でした。人を守る会のスタンプをいただきましたよ。それでね、チェックアウトの時にこんな感じでいろいろもらいました。こちらがね、宅費出前って書いてますけども、一目惚れですね。一目惚れを人数分ですね、3ついただきました。あとはこちらはね、ミネラルウォーターなんですけども、玉成号って書いてるんですかね。アルカリイオン温泉水ということで、鳴子温泉でね作られてるミネラルウォーターみたいですね。
それからさらにですね、中山平温泉の地域限定クーポン券、これも500円分の2枚いただきました。あとはこちらのね、温泉入浴券ですね、こちらもいただきました。中山平温泉の湯巡りもできるということみたいですね。これ嬉しいですよね、いろいろいただいて。中山平温泉宅費でいかがでしたか？まさにうなぎ湯、とろとろのお湯といろんなお風呂が楽しめる素敵なお宿でした。宅肥出から車で数分のところにある紅葉の名所鳴子峡へ来ました。出店もたくさんあって賑わっていましたよ。こちらは鳴子峡レストハウス。この奥に絶景スポットがあります。向こうに見える橋は蚕橋。展望台がありました。なかなか立派な展望台でしたが、手前の木が遮っていて景色は今一つでした。いろいろ入ってるね。いろいろ。白菜ね、白菜、大根、きのこ、豆腐、いろんなの入ってる。美味しい。美味しいきのこの味。大根も野菜もいっぱい入って、これもうお腹いっぱいなんだけど。ね、これで500円。蚕橋の上からの映像です。高さもあるのでかなりの絶景ですよね。今回の動画はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。これからもいろいろな宿をご紹介してまいりますので、チャンネル登録の上引き続きご覧ください。